こんにちは。はい、今回はついにね京都旅行に行ってきたんです。今はこの肝画角すごい下からアングルでおばあちゃんのおにぎりを食べてるんですけど、朝早かったからねなんですけど、ということで前から言ってた京都旅行におばあちゃんと2人で行ってきました。イエイで、久しぶりに自分でアフレコをしていますっていう感じで適当に喋っていきたいと思います。チーズももらったの、このちょっと溶けかけてるこの三角のチーズね。こんな感じでそれで着いたんですね。で着いて大阪に着くじゃん、まず空港ね。でそっから京都行くのに結構時間かかるじゃないですか。そしたらもうお昼だったのね。で朝もあれしか食べてないみたいなもんだから、ほぼもうお腹空きすぎてて、でそのホテルの場所が四条大宮みたいなとこだったんですね。だから、京都駅付近だったらご飯屋さんいっぱいあるんだけど、有名な京都らしいね。でもそこら辺はね普通にねなんかマックとかそういうなんか栄えてるんだけど、そういうお店しか結構なくて、なんかもう本当に結構歩いて探したんだけど、もう限界すぎてガストに入りましたなんかから寿司っていう唐揚げが入ってて、ガストにそれが美味しそうだったので、その唐揚げにしようと思って頼んだんですね。めちゃめちゃカリッカリで美味しかった。普通にもう全然初っ端から京都らしくないくて、なんかごめんなさいなんですけど、本当にもうなんかカリカリみたいな、唐揚げ屋さんですかみたいな、普通に唐揚げ屋さんっていうか、そのなんか何か受賞してたりしてたから本当にいい唐揚げなんだと思うんだけど、本当に美味しかったので皆さん食べてみてください。でこのお店でねちょっとハプニングが起きたんですね。私甘タレがかかってるやつを頼んだの。普通のノーマルの唐揚げ2個とそのタレかかってる2個みたいなセットの4つ入ってるセットのやつ頼んだんだけど、なんか4つともノーマルのやつが来たのね。で2個食べたところで気づいたんですよ。と思って、あれみたいな、カホさみたいな、全部ノーマルのやつ頼んだっけと思って伝票見たら、そのやっぱタレかかってるやつだったの。でその方がちょっと高いんだよね。だから同じ値段だったらさ別にいいかなと思ったんだけど、いや待って、値段高いしなと思って言うかと思って言ったら、ごめんなさいみたいな。でタレだけ持ってきてもらって、残りの2個にかけたみたいな感じで、それでその後は湯治に行ってきました。京都に住んでる方におすすめされたの。大仏様がたくさん並んでるみたいな感じで、それ見て感動するからみたいなで行って、でそれが夕方ぐらいかな。で帰ってきて、おばあちゃんもね疲れるから夕方ぐらいに帰ってきて、で夜ご飯は京都駅にあるなんかお店に入ろうかと迷ったんだけど、疲れてるからお弁当買おうみたいな、京都のお弁当買おうみたいになって、私はこちらを買って食べています。であとこれはうなぎの巻き寿司みたいなのをおばあちゃんと結構して食べました。美味しい、マジで海鮮大好きなので最高です。でね、ホテルはポップインっていうところの、さっき言った四条大宮にあるポップインっていうホテルでね泊まらせていただいたんだけど、結構ビジネスホテルって感じだと思うのね。でも朝食バイキングとかもついてる感じのホテルなんだけど、なんか大浴場があるの。そんなに大きくはないんだけど、広いお風呂とかもついてて、やっぱさ疲れてるからさ広いお風呂の方が楽だしさ、疲れも取れるじゃん。だからねちゃんとね2日ともお風呂入れて疲れも取れてゆっくり寝られたのでね、本当に良かった。しかも結構新しくできたホテルだから綺麗でね良かったですね。あと海外の方がやっぱり多くて、もう日本人に出会わなかったっていうからホテルで本当に海外の方たくさんいて、結構いい感じのところを選べて最高。あとは周りのねコンビニの近さとか地下鉄の近さとかもめちゃめちゃ良かったし、おすすめです。てかこのお弁当マジで美味しいわ。京寿司っていうやつのお寿司でさ、笹の香りともうお米ももっちりしてて、あとは酢のねちょうどいい感じの効いた
もう本当に美味しい。やっぱり海鮮にもちょっと酢が効いてて美味しかったです。いろいろ入っててちょうどいいし、あとこれは普通にセブンでデザート買おうって言ってデザート買ったのね。なんか普通に売ってるやつだと思うんだけど、なんか京都の抹茶みたいな感じで書いてたので、はい、違う、宇治抹茶みたいな書いてたので、なんかいい感じかなと思ってちょっと日本風のやつを選んでみたっていうだけですね。普通に美味しいです。抹茶大好きだし、セブンのパフェかなです。あとは当時もね、めちゃめちゃやっぱり感動した。そのちゃんと中にも入ってたくさん並んでる大仏が並んでるところとかも見て、やっぱねこう何かを感じるよね。なんかわかんないけどさ、なんかすごいなみたいな、なんか見とれたよね、その感じに。古くてさ大きくてさみたいな、ずっとあるんだなとか思ったらすごいなって思うし、あとは五重塔あって、でしかもちょうど桜もね満開ではなかったんだけど、ちょうどなんかしだれ桜みたいなのもあったりとかして、一緒に五重塔も見れたりしてすごいわ。いや、なんか本当に京都来たって感じの建物で感動いたしました。で次の日はバスツアーを予約したんですよ。レモンさんのバスツアーを予約して、やっぱりおばあちゃんとだからあんまりね移動が多かったりしたら疲れちゃうのもあって、バスツアーがいいなと思って、で海外の人もやっぱり多かったりしたけど全然気にならなかったし、逆に楽しかったしね。行ったところは最初はトロッコに乗ったんですよ。でトロッコに乗って嵐山に行って、その後清水寺行って、最後伏見稲荷に行ってみたいな感じで、この日は朝9時ぐらい集合だったから、朝食はホテルでつけずに、で京都駅集合だったから、京都駅でなんかカフェとか探して入ろうみたいな感じでこのお店に入らせてもらったんですけど、ここでモーニングセットあったから、紅茶とねセットのこのいい感じの、自分でこう入れてミルクとかも入れるタイプの紅茶で、あとは卵サンド、だし巻き卵サンド、マジでプルプルで美味しかったです。で嵐山に着いて、なんかセットでレストランみたいなやつもつけれたんだけど、バスツアーでね、せっかくだからちょっとなんか食べ歩きみたいな感じでお土産とか買い物しながらなんか食べようみたいなのを思って、この湯葉チーズ有名なやつと、あとはきゅうりのやつと、あとは湯葉、今後で出てくるのでそれ見てほしいんですけどを食べてって感じで、あとはお土産見て嵐山を楽しみました。でね、そのトロッコがめちゃめちゃ綺麗で、今年はちょっと気温がなんか冷たい、これから暖かくなる、どんどん暖かくなるらしいんだけど、いつもよりちょっと寒くて桜があんまり咲くのが遅いみたいな感じだから、本当はね満開ぐらいでいけるかなと思ったんだけど、あんまり満開ではないぐらいのちょっと咲き始めぐらいで、でも桜も見れたから、その綺麗な川のね感じとか、山の感じとか、木の感じとか、あと桜の感じとか、もう本当に綺麗です。マジでちょっと映像とかもあるから、それも一緒に貼っとこうかなと思うんですけど、本当におすすめ。なんか修学旅行の時にトロッコ乗れなかったんだよね。だから乗りたいなと思っててって感じで乗りました。で夜ご飯は朝と同じく京都駅解散だったので、京都駅でどっか入ろうって言ってこのパスタ屋さんに入ったんですけど、このパスタ屋さんでねメニュー見てたら、なんか京都のなんかご当地的なパスタみたいなのがあって、これはなんか京漬物とかがなんか使われてる、あとはなんかしらすとかが入ってるような結構和風なパスタがあって、珍しいと思ってさ、梅の風味とかも入ってたのかな、ちょっと詳しくはちょっと書いておこうと思うんですけど、そう和風のパスタで美味しかった。結構さっぱりしてて、漬物とか大好きだからめちゃめちゃ美味しかったですね。カツオとかも入ってて、だしとか漬物の酸っぱさとかと合わさって
美味しいパスタでした。濃厚もいいけどね、こういうのもいいなって思いましたね。あと旅行してて思ったのは、なんか清水寺で音羽の滝みたいなやつあるじゃないですか。それで3つぐらいやって、健康、恋愛、学力みたいなそれぞれあって、その願いその自分が選んだやつ一つ、その滝から水を飲むみたいなっていうやつがあって、やっぱそれでね、みんな外国の方とかも並んでさやろうとするじゃん。でやっぱりその意味とかってみんなわかんないじゃん。外国の方だったらなおさらわかんないから、それで聞かれたりしたら2回ぐらい聞かれたんだよね。でちょうどカホがバスツアーでそのバスガイドの方に意味を聞いてたから、ちゃんとそれを覚えていって、何にしようと思って行ったんだけど、いやそれでやっぱ分かんないからこう言われて、で2回言われて、1人はちょっと日本語通じたから結構日本語で説明したりしても通じたんだけど、2人目の方が本当にマジで日本語分かんないみたいな感じの方だったから、結構頑張って健康とかヘルスみたいな、ボディみたいな感じで通じない時とも結構あって、恋愛とかハートみたいな、待って恋愛ってなんて言えばいいんだっけとか思って、ラブみたいな、ハートみたいなとかさ、あと学力とかもさスタディとか言ったりとかしてさ、やっぱさ学校で英語習ったからといってさすぐ使えないなと思ったのね。やっぱさすぐ使えるように英語を勉強するって結構さレベル高いなと思って、やっぱりゆっくり考えてさ文字とかに起こしてだったらさ考えられるからわかるんだけどさ、いざ話しますみたいなその瞬間必要ですみたいな時に出てこないよなと思って、でもやっぱ必要だなと思った。あとはね、バス乗る時とかも聞かれたんだよね。なんちゃらららってペラペラ喋られて、英語喋れますかみたいな、can you speak English みたいに言われて、リトみたいな言って、でその方はね、バスのチケットをどこで買えますかって聞きたかったらしくて、でもチケットっていうのが聞こえたから、バスのチケットのことかなと思って、でもバスってさ最後にお金払うからさ、降りる時にお金を払うってどうやって言うんだろうと思って結構頑張ったんだけど、思いつかなすぎて結局 Google 翻訳に頼んだっていうさ。やっぱだからさ習ってもね、やっぱその瞬間に使えないと意味ないよなと思ったし、いやそういう英語って難しいなって思ったっていう話です。そしてもう最後の日の朝になってるんだけど、最後の日はもう帰るだけだと思ってたから時間に余裕あると思って朝食のビュッフェつけたんだけど、ここのねお料理がすごくて、やっぱり京都のご飯とか、あとはついてるパンが進々堂っていう、結構京都ってパンが有名っていうか激戦区みたいなの聞いたことあって、パン調べてたんだよね。それで出てくるぐらいなパン屋さんの名前ってさ、調べた時にね、それが朝食で出てくるんだってその時知ったのね。でそれで結構テンション上がって、マジでやばみたいな思ったんだけど、あと漬物とかね、京都のねとかあったりして、すごいね内容濃い感じの、そんなにめちゃめちゃ種類あるわけではないんだけど、レベル高かった。本当に美味しかったし、ご飯とかも普通のご飯と雑穀米とか、あとはコーヒーとかね、あとはミルク、海外の方が多いからさ、フレーク、コーンフレークいろんな種類あったりとか、ミルクが置いてあったりね、それ用のねとかあって、すごい良かったです。だから本当におすすめしたいなと思った、このホテル。マジで朝から普通に最初パン4種類ぐらい持ってきて、おかずも全種類取ってきたぐらい取ってきて、でも後からこれご飯必要じゃんと思ってご飯も持ってきて、でその後にヨーグルトとかも食べて、で最後にパンやっぱりもう2つだから、パンも全種類食べたし、マジで一周はしました。めちゃめちゃ食べた本当に。でおばあちゃんもカホも何回かおかわりしたから、おばあちゃんもおかわりするって言って、
ご飯最初持ってきてたんだけどパンも食べてたし、なんかねもう本当にすごいですね。元気ですおばあちゃん。めちゃめちゃ歩けるしね。だって結構さ、もう最初に言われてたの、おばあちゃんもう年だから迷惑かけるからねって、あんまりいろいろ行けないしみたいな言われてて、大丈夫だよみたいな感じで言ったんだけど、全然もうなんか元気やんみたいな。なんかバスとかさ、やばいあと3分で来るとかいう時にちょっと急がなきゃみたいな言う時に、カホより早いのね。カホより先を行くのもなんなら走ってますやんみたいな。もう元気でもう安心しましたね。なんかまだまだ元気でいてほしいよね本当に。で3時ぐらいの飛行機だったから、まあ京都から空港行くのもそれなりに時間かかるし疲れてるかなと思って、この日はもうただ帰るだけでもいいかなとか思ってたのね。ちょっと駅でお土産とか見ながらねって思ってたんだけど、おばあちゃんが1個から行けそうだねって言うから、あ本当にと思って、1個なんかどっか行こうと思って、で京都タワーに行ってみようと思ったの。行ったことなかったから登ってみたりできたらいいなと思って、でバスで行ったのね。そしたらちょうど東本願寺を通ったので、近いじゃないですか。だからでおばあちゃんがもう、いやこれはお参りしていかなきゃいけないねみたいな、これただ通り過ぎてるだけだけどちょっとお参りしていこうって言って行ったら、ちょうどねなんか春の法要みたいなやつやってて、なんかすごいお坊さんがいっぱい並んでるなんかのをやってたのね。ちょうどそれをねもう聞き入っちゃってっていうか、そのお坊さんのなんかやってるやつを中で見たのね。で結構ねマジ1時間ぐらい本当になんかもう無でなんか引きつけられるように見ちゃって、そのおばあちゃんと一緒に、わあなんかいいもの見たねみたいなでお参りして、いやよかったわみたいな、そのさ行くつもりなかったけどたまたまさ通ってさ行こうって言ってちょうどやってて見てお参りもできてよかったなと思って。本当に大きいお寺だよね。でそっからタワー行って登って景色見て、そう今回の旅行で行ったところがね本当に全部見えたってぐらい見えて、タワーの上でやっぱりさ京都だから大きい建物もないし本当に奥の方まで見れてすごい綺麗でしたね。でその後はもう空港行くかって言って空港行って、本当にちょうどいい時間。最初ね京都旅行行こうって言ったのもマジでたまたまで、おばあちゃん家で親戚でご飯とかして集まってる時になんかね京都の話になったんだよね。でそれでもう修学旅行で京都は行ったけど、なんかもう一回ちゃんと行きたいなと思って、普通にでまた京都行きたいなみたいな、京都行きたいって言った時にちょうどおばあちゃんも行きたいとか思ってたらしくて、ずっと前から。でおばあちゃんも行きたいってなって、計画してよみたいなさ。やっぱりママとかパパはお仕事とかもあるし、弟はやっぱ学校も始まったりして部活もやってたりとかして忙しいから、ちょうどねこのタイミングで行けるのはカホは行けるってなって、だから2人旅行するかみたいな、ちょうどさもう本当に元気なうちに遠いところとかもさ行った方がいいと思ったし、ちょうど桜の時期だし本当に行くって言って行くみたいななって、で全部行きたいところとかカホが決めていいからみたいな感じで任せてくれてって感じで計画して行くことになったんだよね。だからね本当にいい経験になったなって感じで、それでお昼はダイヤモンドカリーっていうお店で空港のね食べました。カレー美味しかった。本当にずっと満席で美味しかったな。なんかでその後はずっと食べたかった午後市がねやっぱり売ってますのでね、伊丹空港には。なので念願の午後市をお土産に買って帰ったって感じでね、お土産もいっぱい買ったので動画でね京都お土産動画作ろうと思っていっぱい食べたいのをね集めたので、その動画も次あげようと思うので楽しみにしていてください。ぜひ見てください。
あとはあとね、5月にまたパパの方のおばあちゃんなのね、今回京都は。ママの方のおじいちゃんおばあちゃんと九州旅行に行くことになってますので、楽しみ。結構それは長めに行くんだよね。それも楽しみ。どっちのおじいちゃんおばあちゃんとも行くっていうこの素晴らしいこの年すごいですね。楽しみです。初めての九州の方は、京都は修学旅行で行ったけど、なのでその時もまた動画撮れる時は撮ろうと思うので待っていてください。ちなみに私は牛すじカレーっていうのを頼みました。ゴロゴロ柔らかいお肉がたくさん入ってて感動しました。こちらぜひ空港に来た際には食べてみてほしいカレーです、本当に。ということで旅行動画だったので長めな20分超えの珍しくねだったんですけど、ここまで最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお待ちしております。コメントも待ってます。それでは次も見てください。ちょっと早かったか終わるの。まあいいや、終わりたいと思います。それではバイバーイ。楽しかったです。京都ありがとうございました。